夢日記。ふわふわもちもち。今日見た夢は、気がつくと自分はふわふわもちもちしたビルぐらいの大きさのマシュマロのような何かを登っていた。重力が軽く設定されているのか、登るのに力はほとんどいらないし、落ちても全然痛くなかった。そこは縦につながっている世界のようで、ある一定の距離を登ると平面が一面に広がっていて、そこがセーブポイント的な扱いらしく、平面より上から落ちたとしても平面がネットの役目になって、それより下へは落ちない仕様になっていた。平面と平面の間はステージと呼ばれていて、ステージは全部で3ステージという情報が脳内に流れてきた。自分は今まさにステージ1に挑戦しているところだった。ステージ1はマシュマロをモチーフとしたステージで、ふわふわもちもちで弾力があって変形しやすい材質の壁や床だった。外側は柔らかいけど、オブジェクト自体は固定されているので、登りやすく、チュートリアル的なステージだった。ステージには、お菓子をモチーフとしたカラフルなステージで、ふわふわもちもちな質感は一緒だけど、オブジェクトにしがみつくと、グイーンと曲がったり、ビヨーンと伸びたりして、そのギミックを使わないと登れないステージだった。ただ、基本はしがみついていれば、勝手に目的の場所まで動いてくれるので難しくはなかった。そして、最後のステージは雲をモチーフとしたステージで、ここは空中に浮いた雲に飛び移らなきゃいけなかったり、ふわふわもちもちが回転していて、そのタイミングに合わせて進まないと落とされてしまう場所もあって、急に難易度が増していた。何度落ちても重力は軽いし、ふわもち素材なので全く痛くはなかったけれど、何回も落ちて飽きてきたので帰ろうと思い、平面の片隅に用意されている地上へ戻るための非常階段へと向かった。すると突然、空中にボワンといった感じで白い猫のマスコットキャラクターが現れて、友達を連れてくると楽になるにゃとヒントをくれた。でも自分は無理ゲーすぎて飽きてきてたし、友達の誘い方を知らないし、そもそも友達がいないので、非常階段のフェンスのドアを開けて地上へ戻っていった。一番下までついて扉を開けると、そこはどこかの学生寮の食堂で、女子高生2人が誰もいない食堂の椅子にやたら密着して座り、一つのスマホを一緒に見て何やら話していた。自分に気づいた女子高生2人は突然現れた自分を目を丸くして見つめると、嘘、本当にと驚き出した。自分は何のことかわからずにいると、一瞬で女子高生たちとステージ3を登っている最中になっていた。結局3人でもステージ3は難しくて、何回トライしてもクリアできないので、女子高生たちはやる気をなくして平面に座り込んでおしゃべりを始めてしまった。自分もあと1回だけやったら帰ろうと思いチャレンジしたけど、結局動くもちふわがクリアできなくて落ちてしまった。やっぱり無理だから帰るねと言いながら周りを見回したが、女子高生の姿は見えず、先に帰ったのかなと思い、非常階段を降りて帰ることにした。非常階段を一段降りると、先ほどまではその空間に生き物が生息している雰囲気なんてまるでなかったのに、2匹の小さいゴキブリが自分にまとわりついてきた。自分は気持ち悪くて振り払うと、どこから現れたのか、大小様々なゴキブリが何匹も現れて自分にまとわりついてきた。気持ち悪くてしがみつくゴキブリを払いながら、自分はあることに気がついてしまった。もしかするとさっきの小さい2匹のゴキブリはあの女子高生？そして今まとわりついているのも、そう気がついて顔を上げると、宙に浮いた可愛い白猫がスナック菓子を食べるみたいにゴキブリを食べていました。最後まで見てくれてありがとう。また見てね。チャンネル登録お願いします。